ねえずんだもん、アメリカ人が今頭を抱えてるって話、聞いた？何がどうなったのだ？日本人がプリングルスで世界中を震撼させてしまったのよ。プリングルス？あのポテチ缶のやつ？しかもアメリカ人たちが、なぜ俺たちが先に思いつかなかったんだって、声を揃えて敗北宣言してるのよ。一体何をしたのだ？まあ焦らないで、まずプリングルスがどんな存在かを理解してもらう必要があるわ。ポテチの缶のやつでしょ？知ってるのだ。プリングルスが誕生したのは1968年、アメリカの科学者が割れないポテチを目指して開発したの。科学者？お菓子を科学者が作るのだ。アメリカらしいでしょ。ポテチが袋の中で砕けることへの不満を科学で解決した国よ。発想がすごいのだ。その後プリングルスは世界150カ国以上に普及して、年間売上は約4000億円を超えるモンスター商品になったわ。4000億？すごい額なのだ。でもね、ここが重要なんだけど、プリングルスって発売から60年近く経つのに、基本的な味も形も何も変わっていないの。そうなのだ。オリジナル、サワークリーム、バーベキュー、せいぜいそのくらいよ。言われてみれば確かになのだ。アメリカ人は完璧なものを変える必要はないという哲学があるのかもしれないけれど、裏を返せばもう進化するつもりがないってこと？鋭いじゃないの。ジャンクフードの帝国は60年間同じ場所で止まったままなのよ。なんか怖い話になってきたのだ。でもそこに2026年4月、日本から1本の動画が投稿されたの。日本人が何かやったのだ。プリングルスの缶を縦に置いて、その中に溶かしたチョコレートをドボドボと注いで、そのまま冷蔵庫で固める。それは一体何なのだ？名付けてプリングルスチョコよ。名前そのままなのだ。見た目はただの缶のまま。でも中身はプリングルスが埋め込まれたチョコの塊なの。想像するだけでヤバいやつなのだ。塩気のあるポテチと甘いチョコが一口で同時に楽しめる。これがね、脳の快楽回路を直撃するらしいのよ。そりゃバズるわけなのだ。この動画が SNS に上がった瞬間、海外の反応が凄まじいことになったの。どんな反応だったのだ？まずアメリカ人たちから、これは戦争犯罪レベルの美味しさだって声が殺到したの。戦争犯罪？それ褒めてるのだ。アメリカ流の最上級の惨事よ。それと同時にこんな声も上がったの。どんな声なのだ？なぜ俺たちが60年間気づかなかったんだ。アメリカは今すぐこれを真似すべきだって。あのアメリカ人が敗北を認めたのだ。それだけじゃないわ。ある人はこう書いたの。なんて？もしかして日本はアメリカがコーンにピーナッツを入れたことへの報復をしているのではって。笑えるのだ。世界中でこのプリングルスチョコを真似する動画が次々とバイラル化したのよ。すごいのだ。なんで日本人ってこういうことができるのだ？その前にもう少し海外の反応を詳しく見てみましょうか。もっとあるのだ。TikTok ではこの動画が1週間で1000万再生を突破した。1000万？たった1週間で？フランス人のコメントには、これは芸術だ。日本はすでに料理の未来を生きているとあった。フランス人が料理で日本を褒めるのだ。あのフランス人がよ。彼らは自国の料理に誰よりも誇りを持っている。それは確かにすごいのだ。ドイツ人からはなぜこれをチョコメーカーは商品化しないのか。これがキャラメルや抹茶バージョンになれば世界を制覇するという声。抹茶バージョン、それもありなのだ。そういう風に派生が生まれていくのが面白いわね。日本人が作ったアイデアがまた世界で進化していくのだ。その連鎖こそが文化の暴力の本質かもしれないわ。愛情の暴力が世界に連鎖していくのだ。うまいこと言うじゃないの。ところでプリングルスの会社はこの反応を見て何か言ったのだ？公式 SNS にはこれが我々の意図する食べ方ではありません。でも試してみたという写真を公式アカウントが投稿したのよ。公式が試してどうするのだ？笑えるのだ。その公式ポストにも世界中からコメントが殺到したわ。いい質問ね。実はここに日本の食文化の異常な部分が隠れてるの。異常？日本のコンビニには今、チョコがけポテチだけでも数十種類が並んでいるのよ。確かにいっぱいあるのだ。しかもね、世界初のポテチとチョコの組み合わせ、チョコポテを発明したのも日本なの。それも日本なのだ。1990年代に日本のお菓子メーカーがチョコレートでポテチをコーティングする発想を生み出したの。30年前から研究してたのだ。でもそれだけじゃ日本人には満足できなかった。コーティングするだけではない。中から一体化させるという次の進化を目指したの。それが缶にチョコを流し込む発想につながったのだ。そういうことよ。これが面白くてね、栄養学的な観点からも説明できるの。科学的な話なのだ。塩味と甘みが同時に来ると、脳内でドーパミンが通常の2倍以上分泌されるらしいの。2倍？それは確かにやばいのだ。
しかもポテチのサクサク感とチョコの滑らか感じ、食感の楽さも同時に体験できる。聞いてるだけで食べたくなってきたのだ。そしてプリングルスの缶は実は完璧な容器なの。容器？縦型の円筒型だから、チョコが均等に広がって全チップスに絡むの。天才的な発想なのだ。もしかして日本人は、プリングルスが誕生した1968年からすでに、この結末を運命づけられていたのかもしれないわ。それはちょっと言い過ぎな気もするのだ。かしら？でも考えてみて、アメリカ人は60年間食べて、美味しいなで終わったのよ。確かになのだ。日本人は食べながらこれにチョコを流し込んだらと考え続けてたの。この差は一体何なのだ。私はね、これが日本の食文化の最も恐ろしい部分だと思うのよ。恐ろしい？他の国が作ったものを受け取って、それを原型をとどめないレベルまで進化させる能力。テキサスの BBQ も炊飯器で作ったりするのだ。そうよ。日本人はただ真似をするんじゃない。改造して進化させて世界に逆輸出する。それって文化の乗っ取りなのだ。ちょっと違うわね。愛情を込めた超進化とでも言うべきかしら。愛情の暴力なのだ。うまいこと言うじゃないの。あとね、このプリングルスチョコが面白いのは、アメリカでも翌日から自作動画が爆発的に増えたことよ。世界中で真似してるのだ。でもね、どの国の動画を見ても、肝心の缶に直接流し込む発想に気づかなくて、みんな板チョコを置いてるだけなのよ。缶の中に入れないのだ。そうなの。核心部分に誰も気づけてない。缶という容器を使い切る発想が日本人だけなのよ。やっぱり日本人がおかしいのだ。褒め言葉として受け取っておくわ。ちなみに日本が他国のものを超進化させた歴史は、これだけじゃないのよ。他にも例があるのだ。ポッキーはもともとイギリスのシガレットチョコ菓子を日本が改造して独自進化させたものなのよ。そうなのだ。マヨネーズもフランス発祥なのに、日本でキューピーマヨネーズという全く別物に進化した。確かにキューピーは日本以外ではあんまり見ないのだ。カレーライスもインド発祥で、イギリス経由で来たのに今や日本のカレーとして、インド人が驚くほど独自進化を遂げているわ。日本って輸入した食べ物を超進化させることが得意なのだ。そう。しかも不思議なことに、その進化したものが最終的に世界で評価されるのよ。逆輸出されていくのだ。プリングルスチョコも同じ道をたどるかもしれないわね。数年後にアメリカの正式商品になってたりして。十分あり得るわ。その時アメリカ人はこれは俺たちが発明したというかしら。絶対言うのだ。まあそれはそれで面白いけどね。日本って自分たちが発明したって主張しないのだ。しないわね。それが余計に不気味なのよ。確かに主張しないのに世界中が称賛するの。すごいのだ。ところでメタンは、このプリングルスチョコ食べたことあるのだ。まあね、どうかしら。食べてるのだ。絶対食べてるのだ。気になるなら自分で作ってみなさい。作るのだ。今夜絶対作るのだ。まあそういうこと。日本のジャンクフード進化論。プリングルス缶にチョコを流し込むという60年分の回答が世界を震撼させたわ。やっぱり日本ってすごいのだ。ただのジャンクフードに60年待って答えを出す。そのねちっこさが日本の強さよ。ねちっこさ。確かになのだ。アメリカが60年作り続けたものを、日本は60年待ってから超えたのよ。その発想はなかったのだ。待って超えるって戦略なのだ。戦略じゃないところが怖いわね。ただ好きだからやってるだけ。次も日本の異常な常識を一緒に見ていきましょう。チャンネル登録もよろしくなのだ。忘れずにね。